どうもリュウクです。今回はこのエイブルキャリーから新登場した MAX-EDC について徹底的にレビューしていきたいと思います。一見 MAX バックパックのちょっとちっちゃいモデルかなっていう感じなんですけど、使ってみたら結構完全新規のバックパックだなっていう感じがしたので、ここから細かく良かった点、少し気になった点話していきたいと思います。それでは行ってみましょう。まず MAX-EDC について簡単におさらいしていきます。MAX の機能を継承し、普段使いの容量になったバックパックとして完全に新しいシリーズとして登場したのがこの MAX-EDC です。シルエットは MAX バックパックにかなり似ていますが、よく見ると MAX バックパックを使っていてちょっと不満だなと思っていたようなところが改善点としてふんだんに盛り込まれているので、かなり力を入れて開発された製品になっています。 PC ルームの上部のポケットは Nintendo スイッチがすっぽり入るぐらいマチがある大きめのスペースになっていて、ここは MAX バックパックがマチがない薄型のスペースだったのに対して大幅に改善されています。フロントコンパートメントは中が伸縮性の素材で縫い付けられている拡張ポケットとして使えて、メインスペースの体積を少し借りながら外側にせり出すことで靴なんかをしまえるような大きなスペースとして使うことが可能です。サイドポケットには MAX にはなかった仕切りが縫い付けられていたり、中のジッパープルやキーループの引っ掛ける紐なんかは明るいオレンジ色のアクセントカラーになっています。 PC の外側のファスナーはビニールっぽい素材だったのを布系の撥水コーティングファスナーに変更したそうです。これはブラック以外のカラバリのカラーの統一感を上げるために変更したそうです。ちなみにこの一見布っぽい感じのファスナーは撥水加工がされているので水を弾く性能に変わりはないらしいです。ショルダーハーネス周りはデイリープラスの形を再現して MAX バックパックの機能性とデイリープラスの背負い心地を両方実現した、そんなバックパックになっています。それでは早速良かった点から話していきます。まず1つ目は何といっても背負い心地がいいっていうところです。従来の MAX バックパックは結構ハーネスの部分のフィット感が低くて、デイリープラスのような無重力感みたいなのはどうしても得られなかったんですが、今回はこのハーネスの形だったりこの背面を湾曲させてより体にフィットさせるような構造に仕上げたことで背負い心地をデイリープラスと同じレベルまで引き上げたそうです。これは実際使ってみてもかなり実感できるところで、僕はよくバックパックを背負いながら自転車に乗ったりするんですが、体を大きく動かすようなシチュエーションでも体にがっちりとフィットしてくれるので、荷物をたくさん入れても重さを感じにくいなと思いました。次に良かったのがこの拡張するフロントポケットです。外側を見るとこの X パック素材が折られているのが分かると思うんですが、中が伸縮性の素材でストレッチするようになっているので、これだけ薄いスペースに見えて中には靴が入ってしまうぐらい大きなスペースに変貌します。たまにジムに行くなんていう人はここのスペースをかなり有効活用できるんじゃないかなと思います。内側が伸縮素材であるおかげで結構幅のある荷物を入れても閉めた時にシルエットがシュッとしていてシンプルにまとまるのもすごくスマートでいいなと思いました。さらに今までの MAX バックパックはこのフロントコンパートメントがここからここまでしか開かなくて、これも結構広いんですが、中のスペースに比べると入り口が狭かったんですが、今回の MAX-EDC はこの上から下まで全部開くので、ここをガバッと開くことができてダッフルバッグみたいに使えるのもすごくいいポイントだなと思います。次に良かった点が使い方を限定しない機能的な柔軟さです。エイブルキャリーのバックパックは全てのシリーズに共通するんですが、外側にベルトがいっぱい縫い付けられていて、いろんなところにカラビナだったりいろんなものを引っ掛けられるところが用意されているのと、あとはこの上のハンドルとは別にフックに引っ掛けるためのループがくっついていたり、使い方をこうしてくださいって限定しない柔軟にいろいろ遊ばせてくれるのがやっぱりいいなって思いました。この MAX-EDC はエイブルキャリーの今までの知見みたいなのがふんだんに使われているので、その遊び心が一番活かされてるバックパックなんじゃないかなと思います。次に良かった点がクラムシェルオープンです。やっぱりガバッと開くのは使いやすいですし、ここの上の部分が大きく開くのに対してここもちゃんと全面オープンになるので、パッキングする時に整理整頓しやすいです。僕が一番驚いたのは、通常であればこういう一番下までジッパーが下がらないタイプのクラムシェルオープンのバックパックは結構開けづらかったりするんですけど、MAX-EDC の場合はここの
フロントポケットのところがこう大きく袋のようになっているおかげで、このフロントポケットに物をパンパンに詰めていてもメインスペースの開閉がちゃんと楽に開いたり閉じたりできるようになるっていうのが素晴らしいポイントだなと思います。次に良かった点がこの PC の上部のポケットにマチができたっていうところです。ここは MAX バックパックで一番不満だった点で、マチが薄すぎてこう AC アダプターやガジェット類なんかを入れるスペースとしてはすごく心もとなかったんですけど、今回の MAX-EDC からはこういうスイッチをそのまんますっぽり入れても全然まだ余裕があるぐらいのマチのあるポケットに進化しました。あとはこの上部のポケットに重めの AC アダプターやモバイルバッテリーなんかを入れてしまえば、バックパックの荷物の中の重いものをここに集中させることができるので、背負った時もこの背中のハーネスの付け根の部分に重いものが集中してこう振られないので、肩への負担が軽減されるっていう意味でもかなり素晴らしい進化だなと思います。この重量バランスの解決とこのデイリープラスに寄せた背負い心地、これはかなり背負った時の快適さに対して追い風になるんじゃないかなと思いました。次に良かったポイントが美しく保たれたシルエットです。さっきも少し言いましたが、ここのフロントポケットの中は伸縮性の素材でぐーっと常に引っ張られています。なのでこのバックパックのどこにどんな荷物を入れようとあまりシルエットが変わりづらいような設計になっています。上側は結構丸くてぷっくりしてるんですけど、下に行くにつれて直線形の造形が多くなっていて、かなりスポーティーでかっこいいデザインだなと思います。ここまでが良かった点でした。ここからは使っていて少し気になるなと思った点を話していきます。1つ目はここの拡張部分に関しては容量がぐっと増えるわけではないという点です。ここのフロントポケットは靴を入れられるぐらいマチが大きくて大容量のスペースなんですが、こう実際に外側に膨らむ幅はほとんどありません。実際にはこの内側に対して体積を圧迫してスペースを確保してるっていう感じなので、このメインスペース側に荷物をパンパンに入れると結構ジッパーを閉めてもパツパツになっていることがわかると思います。なのでこのフロントポケットの捉え方としては、容量がプラスされて拡張されるってよりも、この MAX-EDC のバックパック全体の容量をいろんな形でシェアしながらも変化させられるみたいな、そんな捉え方の方が正しいかなと思います。次の少し気になるなと思った点は重量のところです。この MAX-EDC は MAX バックパック同様にかなりふんだんに部材が使われているので、重量は 1550g とこの容量にしては結構重いかなって思います。とは言ってもハーネスのアップデートやこの PC 上部のスペースのアップデートによる背負った時の軽く感じやすさみたいなのはかなり向上しているので、一概にこの重量が肩へダイレクトに来るかって言われるとそうでもないですが、こういうデイブレイカー2みたいな物理的に軽いバックパックと比べるとやっぱりすごい重いなっていう印象です。次の気になる点は値段です。このバックパックの容量的な立ち位置と比較するとかなり高い値段設定だなと思います。エイブルキャリーの中の人に話を聞いたところ、MAX バックパックよりも MAX-EDC の方がこの X パックの生地の使う量が多かったり、部材面でトップクラスで高くなってしまっているので原価が上がってしまっているっていうのでこの値段設定になっているって言っていました。このバックパックの使い心地はかなり高いですし、エイブルキャリーの集大成といっても過言ではないぐらい完成度が高いバックパックなので、個人的には高すぎる設定だなとは思いませんが、メーカー側の事情やカバン好きの感覚は置いといたとして、他の容量と並べた時に一番大きい容量の MAX バックパックよりも1個小さい MAX-EDC の方が値段が高いっていうのは買う側にとっては結構違和感だなって思います。以上が少し気になる点でした。まさにエイブルキャリーの集大成だなといったバックパックで、デイリープラスの使い心地、MAX バックパックの機能性、エイブルキャリー特有のカスタマイズ性、その全てが融合して間違いなく使っていて手応えを感じます。僕は以前からこの MAX バックパックの形はすごい好きだったんですが、普段使いにはちょっと大きすぎるなと思っていました。なので日常使いに特化した MAX バックパックっぽい形のシリーズを出してくれないかなと望んでたんですが、単純に小型化するのではなく日常使いに特化した機能性だったり MAX バックパックで不満だった点をアップデートして
こに組み込んできたっていうのが非常に評価が高いです。あとは今回は全て X パックのモデル展開なんですが、ここにリップストップのモデルが入ってきたら結構破壊的かなと思いました。マックスバックパックはリップストップモデルが登場したことによって約 300g も軽量化して値段も5000円ぐらい安くなったので、この MAX-EDC も軽量化して値段も抑えられたら日常使いの高機能バックパックとしてはかなり強くなるんじゃないかなと思います。とは言ってもここまで機能性を求めるんであれば結局 X パックが欲しくなっちゃうっていう感じもするんで、実際リップストップモデルが出てそれを手にしたら、やっぱ X パックがいいってなるかもしれません。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバックパックのレビューや日々に役立つ情報を発信しています。もう一つのチャンネルのイミグラムでは言葉では表現しきれないバックパックの魅力を 4K 映像で隅々まで見ることができます。そちらもぜひチェックしてみてください。X、Instagram、TikTok もやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。